はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。はい、本日も、自分に合うクラスの選び方、ソーサレス編、こちらやっていきたいと思います。本日も特徴5つに分けて紹介していきます。ステータス、クラス印象、数字で見る総合評価、注目スキル、注目の古文書となります。また、いつものように独断と偏見でやってまいりますので、あくまでこれが正解ではないということをご理解いただければ幸いです。はい、では早速いきましょう。1つ目、ステータス。はい、今回も筋力、知力、意志力、敏捷性ということで、言わずもがな知力だよね、やっぱね。スキルダメージアップ、毒性耐性アップ。そして、今回はリソース生成がある意志力、こちらを上げる方がいいかなと思います。敏捷性のね、クリティカル率アップ、こちらも大きいとは思いますが、序盤はやはりリソース生成量、こちらに、大きく比重があった方がいいかなと思います。はい、続いてリソース、マナですね。はい、こちらは、主に自動回復となってます。なので、リソース管理ね、すごく大事になってくると思います。はい、続きまして、2つ目。クラス印象。こちらですね。いわゆる、魔法使いですよ。魔法使い。で、氷、雷、炎、何でも来いっていうね。で、何がやばいって、プラス、防御系スキルあって、あとテレポート持ち。テレポートの若干このね、クールダウンの時間は長いんですけども、やはりいかにこのやばくなった時に逃げれるかっていうのは非常に大きいかなと思います。そしてなんだかんだ言って、大体のシリーズ、それなりにやっぱ強いよねっていう。外れがないっていう感じでしょうか。いつも強い、それが操作です。はい。で、攻撃スタイルなんですけども、状態以上ばらまいたり、継続ダメージ系ね、炎とか。で、ばらまきつつ攻撃というとこなんですけども、今回何がやばいっていうか、クラス特性のエンチャントメントのパッシブ効果が、すごく、なんていうのかな、ビルドを幅広くしてるような気はします。はい。これによって全く変わってくるし、割となんていうのかな、例えば、氷特化にするとか、雷特化にするとか、そういったところでもすごく変わってくるし、氷と炎とか分けたとしても、人によってこのね、パッシブ部分、エンチャントメント効果によってだいぶ変わってくると思います。で、ちなみにこのクラス特性のエンチャントメントは、その既存の、スキルの下にエンチャントメント効果があって、それがパッシブで発動するっていうね。これ実質スキル増えてるじゃんっていうね。一つだけせこいなっていうね。実質増えてるんだよ、だからね。普通はね、6個しか使えない。しかし、魔法使いはまだいっぱい使えますということで、本当このエンチャント次第なとこがあるんで、今回は本当後で紹介するスキルとか、結構迷いますね。はい。じゃあ、総合評価いってみましょう。はい。総合評価です。楽しさ、3かな。3だね。基本的に、後半ね、いろんな魔法を使えるようになってくると、ちょっとね、変わる部分はあるかと思うんですけども、現状、やっぱね、単調になりがちになっちゃうかも。そして硬さはいつものように、そんな硬くない。ね、やばくなったらもうとにかくテレポートしようっていう感じでしょうか。攻撃性、機動力に関しては、機動力がね、4、3、4かなっていう感じはしますけど、攻撃性に関してはやはり強いですよね、普通に。集団戦でもボス戦でも普通に使えると思います。で、派手さに関してはやはりね、画面に激しく魔法がボーンと出たり、やっぱり派手さはありますかね。はい、じゃあ続いて、注目スキルいってみたいと思います。先ほど言ったように、エンチャントメントをどう使うか、これですね。はい。なので、ほんとここはあくまで一例になっちゃうんであれなんですけど、今回結構オープンベータからいろいろ弱体化されてるっていうことでんですけども、このやっぱチェーンライトニングは言うて強いです、やっぱね。
これなかなか古文書ともリンクしてくるんで、やっぱここはちょっと外せないかなっていうところ。で、バリア部分、防御部分のアイスアーマーですね。はい。こちらも、まあ、ここ一つはやっぱり欲しいかなと。で、発動中に与えた霊気ダメージの 5% 障壁に追加されるっていうのもあるんで、このあたりも結構ね、まあ普通に使えます、やっぱね。はい。で、あとヒドラね。まあ、これは好みによるんだけど、まあ自動追尾やっぱ欲しいよねっていう。まあ、ヒドラもだいぶ弱体化はされてるんですけど、まあ、とりあえず終盤までは、まだ、現役じゃないかなと思います。はい。そして、今回ちょっとね、先ほど言ったエンチャントメントでちょっとやばそうなやつ2つほど。まず1つ、火の玉。これね、倒した敵が火の玉となって爆発し、そのダメージの 50% 与えますって、これやばない？これあれじゃんっていうね、死体爆破じゃんっていうね、ボンボンボンじゃんっていう。これね、だから火の玉をスキル5にするのはワンチャンありかもですよね。これは、これこそ下方修正ない、大丈夫かなっていう。で、次のエンチャントメント、エンダね。エンダっていうのかな。エンダー、すいません。ね、これ18秒ごとに大蛇が出現し、8秒間にわたって敵にエンダーを放つ。これ、後で出てくる古文書と若干リンクしたりもするんですけど、これもまあいいよねっていう。ただまあちょっと炎かぶりしちゃうんで、ここまあ、どっちか入れたらどっちか下げた方がいいかなとは思うんですけども。はい。で、最後は、ちょっともうこれね、下の方のスキルになるんですが、インフェルノですね。はい、大蛇。敵をまとめたり、あとは派生スキル取ることによって、この炎系スキル使い放題っていうね、このやばいインフェルノ。この辺が注目じゃないかな。まあ、テレポートはね、どっちにしろもう取らないといけないとは思ってるんで、はい。なので、本当エンチャントメントを上手に使う、いかに使っていくか、ね、ばらけさせるのか、属性揃えていくのか、そのあたりによってもだいぶね、変わってくるかとは思いますが、まあ、面白みのあるね、職なんじゃないかなと思います。はい、では続いて、最後、注目の古文書、いってみたいと思います。はい、一つ目。はい、大小の仮面。こちら先ほどあったエンダですね。エンダの栄唱中、炎上ダメージ 20% 増加します。こちら早いんですね。破砕山脈の光の監視所クリアで解放になります。これ早い。はい。続きまして、はい。元素使いの仮面。はい。マナが100かそれ以上の時にコアスキルまたは達人スキルを使用するとクリティカルヒット率 20% っていうね、これ。すげえじゃん。20%。でもまあ、マナが100かそれ以上だから、まあ、後半は結構ね、マナ管理しっかりできてれば使える機会が多くなるかもっていう。ただまあ、前半はちょっと厳しいかもしれないですね。こちら、乾きの平原、青き洞窟をクリアで解放になります。はい、続きまして、制御の仮面。こちら、移動不能スタン、または凍結状態の敵に与えるダメージが 30% 増加ということで、凍結及びスタン関係は結構ね、あるスキルが多いので、有効なんじゃないかなと思います。はい、こちら、ケジスタンの水没した諸国クリアで解放となります。はい、続いて、充電の仮面。チェインライトニングを跳ね返るたび4のマナを獲得するっていう。これはね、私多分前言ったと思うんですけど、これね、破砕山脈の頂点をクリアすることで解放されます。これはまあ普通に欲しいよね。チェインライトニング主体とするなら、まあ、絶対的に欲しいスキルじゃないでしょうか。はい、続いて振動の仮面です。クールダウンを使用すると15のマナ回復ということで、基本的にね、クールダウンまあ発生すると思うんで、これ、まあ、普通に常時欲しいよねっていう感じじゃないかな。こちらは、ハウザーのウィッチウォーターのクリアで解放になります。はい、次、能率の仮面。はい。こちらは基本スキルを使用すると次のコアスキルのマナ消費 10% 減少。今回ね、ちょっと先ほど言った
まあ、エンチャントメント関係でだいぶ変わってくる面もあるので、古文書に関しては結構こういったリソース関係を主に選んでます。はい。で、こちらはスコスグレンのドムハイントンネルをクリアすることで解放になります。はい。これが最後ですかね。飛ぶがごとき案内人の仮面。どういうことやねんっていうね。はい。テレポート後移動速度3秒間 20% 上昇。まあ、これ欲しいね。結構やっぱ大ボスとかでね、もうちょっと早かったらなっていう時も結構あったりするんで、あと緊急脱出用にやっぱり3秒間でも 20% 上昇っていうのは非常にありがたいと思います。はい、こちら乾きの平原のコムドール神殿クリアで解放となります。はい、ということで本日は、自分に合うクラスの選び方操作レス編やってみました。そこまでね、この間のテストでちょっとエンチャントメントが、確かめれなかったので、あれなんですけども、まあ、エンチャントメント効果見てるだけでもちょっと楽しいかなっていう。なので、結構スキル上げていかないとっていう部分と、2つ目の解放がね、レベルいくつかがちょっと私確認できてなかったんであれなんですけど、確かレベル25で1個だけ解放だったのかな。なので、そのあたり2つ目解放した時になってくると、だいぶ強さ変わってくるんじゃないかなと思うし、本当にエンチャントメントによって、何回も言いますけど、エンチャントメントによって全く変わってくるんで、すごく人によって幅が出るクラスになったんじゃないかなと思います。はい。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネルの登録、その横のベルボタン、チェックお願いします。また、Twitter のフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、またライブでお会いしましょう。バイバイ。